君がもしめっちゃカードゲーム上手いんだら楽しいとかかもしれないね。なるほどなるほど、勝てるから。まあそれもやっぱり周りがなくなったりユーザー減っていったらさ、まあやっぱりねモチベなくなるのかなみたいなのあるから、うんうんうん、まあ基本的にはまあ流行りそうなゲームがいいかなみたいな。まあ先行有利は難しいね。マジックも先行有利だし、うん、まあハウスはかなりコインで頑張ったけど、まあ広告数有利になっても仕方ないけどね、一緒だから確かに、あと何パーなら許せるのかなっていう、まあ、大体 55% って言われてて、大体のゲーム、どんなゲームも先行勝率って高いところが、で60超えるとなんかルールが入るかな。国産 TCG も三国再生とかも最初 60% とかでちょっと固定なんか入ったりとか、はいはいはい、遊戯王とかもね先行すげえ、遊戯王も 60% ぐらいあったのかな、一時期って先行ドルあった時。多分あんまりね数値出てないですね、あそこって情報収集するための手段にすごい欠けてるから。まあ体感値でどんぐらいあった、原根君的には。先行っすか、まあ後手でもいいやって。8割ぐらい。8割でしょ。だから相当だからデッキを作るときは後手前提で組むんですよ。まあそうだよね。でまあ、トーナメントにたけるプレイヤーはそういう意識がある、もう後手から始まることを、まあ、意識して、まあ、先行ってどうせ勝つから。いや先手は8割勝率これ担保されてるから、もう先手で強いカードとかは一切採用しないとか、そういう感じになるんですよ、まあ、それでも先行は有利だからで、まあ、そうすると64ぐらいとかだったりします。確かに、まあ、ちょっと変わってくる、まあ、先行別に8にする必要ないからね、無理に。みんなが先行前提の構築をするともう8人は絶対覆らないです。ちなみに DCG が先行そうなってるの絶対そうだけどね。みんなが先行っとに勝ちたいから、いやそう気持ちよさ重視なんですよ。そうだからもう後手で強いカードを入れないんだよね。高校前提の構築ってすごい苦痛です、分回らないし、あんまり。そうだね。基本受けだから辛抱強くやらなきゃいけないし、で先行取って分回って負けないとちょっとね、先行取って負けるって耐えられないから。いやそうせっかくこれあれだったら絶対勝ってたのになみたいなことをやり始めると全員が先手デッキになって、まあその結果まあ7割8割になるっていう。いやそうまあ、それが強いから。マジックってサイドボードあるから、サイドボードがお互いにそうね、まあやっぱり後手は後手向きのカード入れるからで先手のカード抜くから結構64とか5分5分になるゲームなんだけど、メインデッキで言ったら、まあ、BO1 ね超先行上じゃない、マジで。ストリークが B1 とかやったけど、もう先行分回ったらまず手つけなのなみたいな。まあ不快度異常に高いです。高い、そうゴブリンで3キルされたりとかして、なんやねんこれみたいな、どんな気が勝てんのこれちなみにライバルズの高校で有利なカード全部結局ダメだったけどね。ダメだったっていうのは元に戻ったけどね。まあナーフされたってことですか。された。まあ、結局高校にコインが入って高校だったカードは全部ナーフされたみたいな。なぜなら高校は強くなりすぎただけ。高校だったカードをみんな入れた結果、高校を取った先行のとこ入れ替っただけね。高校取ったカードいっぱい入れると高校は勝つみたいな。結局あんま意味ないかなみたいな。あと、まあ、これはちなみに後手が勝率 55% ぐらいで多分ね、イメージ的に5分だと思う。多分 55% 後手があっても先行の方がちょっと強いっていう人もいるぐらい。結構いろんなゲーム見てきたけど、そう。やっぱりね、なんだろう、先行で勝った時の印象高くて、後手だから勝ったって印象低いんだよね。マジックもそうだけど、その絶対に後手だから勝った。その後手ゲーって存在するんだけど、ほとんどの人は認識できない。で、先行の先行ゲーはすげえ認識しやすい。一旦早く勝つから。まあ、少なくともその体感ベースだけでゲームしてる人は絶対感じ取れないですね。そうちゃんと理由を探して見つけないと。ちなみに後手で強いのって、いや後手だったらもう適切に書いてある。高校だった場合強くなるみたいなカード。そう。マジックの高校は単に除去だよね。まあ、稲妻とかプッシュかな。1マナの除去がある環境だと結構後手有利になりやすい。クリーチャーデッキと除去単だと基本1枚の差でかいから。あとテンポかな、そう2マナ出てきたカードはエンド1で除去ってとか。まあというかあれかな、後手だと強いカードというよりかは後手だと弱いカードを減らすのが多分一番その逆側の観点が、3マナのカウンターあんま使わないとか、まあそうだね、そういう感じのが一番理解しやすいかもしれない。後手だと強いカードっていうとちょっといろいろ語弊が出てくる。まあカードよりも白キャラのキスとか確かにね。なんかそのプッシュとかは先手で押し込むときに強いじゃんとか言われたらもうめんどくせえなってなるから、その後手だと弱いカードを減らすのがまあ後手で強いデッキってなる大体。まあ、サイドボーディングもそういうふうにやるし。そうだね。まあ、あとお互いそういうカード入ってるとやっぱりね、まあ後手でもいいかなとか。まああと単純に1枚差って結構でかいからマジックの。多分他の DCG って1枚差ってあんま影響ないんだよね。リソース余ること多いから。なんか他の DCG 大体もうリソースむちゃくちゃですよね。なんかもうやっぱりその基本的に実こなせない前提になるから DCG って。マナも伸びるし、ハンドも金と巻いたん。余ったら損じゃん DCG って。
だからマナをきちんと使わせるようになると、ある程度リソースを潤沢にしないとパスターンできちゃうから、で DC 基本パスターンできたら大体負けるんだよね。確かに。でシャドウ動画もそうだし、ハースだとヒロパルじゃん。ヒロパルちょっとそこ緩和してるとこあるけど、ドラケもヒロパルもあるから、基本的にマナを毎ターン使わせる前提だから、そうなるとある程度潤沢なマナにあれかリソースにしないと、なんだろう、ゲーム体験が良くない、なりやすい。でマジックは土地があるから、まずねカードさ1枚さ相当でかいからね。もともとスペルってやっぱり3分の1、今日しか入ってないから、やっぱ1枚がでかいね。だからなんだろう、昔だと結構ジャンド全盛期とかはかなり後手の方が勝率高かったと思う。同系だけどっちがいいか分かんなかったんだけど、結構そのクイチャデッキバントみたいなデッキとは後手の方が勝率良かった。で俺後手の方負けたことないぐらい勝ってたから。昔のコントロールとかでなんかその後手は結構鉄板でしたね。コントロール対決は後手だったね。最近はプレインズオーカーとの兼ね合いでちょっと難しくなってきましたけど、今でも結構後手でもいい感ってあるけど、どっちか今論争かな。論争の方でちょっと押し込まれる展開が多いから。テフェリーなくなったらだいぶあれじゃないですか。そうだね。変わって、なんかその最序盤で通しちゃいけないパーマネントがないコントロールミラーだったら圧倒的にやっぱ後手なのかな。カルデスの時とかね、分かりやすいけど俺後手取ったから、青白の。そうマジックターンパス別に途中からターンパスだからね、土地しかなくなるからよく、もうドローゴーいっぱいあるからね。そう。だから意図的にターンパスしたりしますよ。そう。インスタントの兼ね合いとかもあるから。そう。とか最悪なんか相手だったら動けるね。そうですね。自動的なカード入れやすいってもあるかもね。やっぱり相手のターンに使える可能性あるから。DCG でやっぱ除去入れるとね、対象なかったらパスになりやすいから、なんかそう2マナの域として埋めづらいとかもあるね。アズカントあると先行でもいいかなって気はする。でも別にそれでも後手でもいいけどね。なんかルインとかあったから、別にどうせ割れるなら別に無理しなくてもいいかなという。というかだってその先手が2ターンでアズカント張ってきたら後手にアズカント通るから、じゃあ3なくねってなるけど。そう。そこで、ね、もう一個3のすごい圧があるときてるけど、そこで手でやると負けるって感じだよね。やっぱその最序盤にむちゃくちゃもう取り返しのつかないカード。テフェリーはもう代表格。もう通ったら終わっちゃうからコントロールには。だから先手取るしかないみたいな。しかもカウンターは3マナにしかないしみたいな。でテフェリーを弾くためには先手が必要だから先手みたいな論調があったけど、今多分7セットぐらいかな。7セットぐらいだね。だからそういうのはやっぱその3ターン目とか3ターン以内からやっぱ3ターン以内に通したら本当に取り返しがつかないみたいなカードがある時だけ先手とかになりそう。なんか2ガバナとかもそうだね。あれ戦後でもう後手で2ガバナ通ったって言ってコントロールとかもう無理だからね。やっぱ 2、3以内ですね大体。そのマジックが1マナ2マナで強いカードかなり限られるっていう都合もあって、2、3ターン目以内でマジでも通ったら終わりみたいな。後手取るようなデッキ、どうだろうね。今は少ないのかな。ちょっとそのランプ系がね、リソース、今マジックリソースという環境じゃないから、もう先手の1枚差とかないからね。もうハイデロイドとかウイロとかでリソース無限だから。今は特に後手ダメで、なぜかというと2マナ以下が異常に弱い。なんかもうで3マナ以上のカードが強いから先に3マナ以上のカードを打てる先手の方が強いはずだから、なんか2マナでもうちょっとマシなカウンターとかあれば。マナリークとかあったらちょっと変わりそう変わるね。だからなんか2マナ以下のアクションが弱すぎるせいで、ちょっと今はダメかな。特にリアクションがね強くないといけないから。そうですね。やっぱ受けが強いのが前提かな。そこ入れ替わると強いね。相手は3を2で弾いてこっちが3で強いの出せると、そこで入れ替わるから。だからカウンターデッキはやっぱりねちょっとミッドレーンってやると結構後手がいいケース多いね。ハンデス打たれる時もやっぱり後手の方が手札多いから。なんか赤タンミラーとかも時代によっては後手の方がいいことがあって、火力しかないような赤タン、今はエンバレスの保険があるからもう全然成立しないんだけど、保険が例えばスタンダードがなくなってなんか火力を打ち合うだけのなんか構成とかになったら、スタンダードの火力ってあんまり性能高くないから、カードが単純に1枚後手の方がいいとか。PT オリジンだよね確か。その時の赤タンミラーは後手とお互いが後手を取り合ってたから、でもねもうお互い分かってるなみたいな。今はちょっとエンバレスのせいで全然ピンとこないと思うけど、エンバレスがなかったらどうかって考えるとまたちょっと変わってくる。変わるね。エンバレスってそうだね。あれちょっとやっぱりしかも今その他にエンバレスが効かないデッキが関係もうちょっと言えばいいですけど、大体エンバレスが打てないと勝てないデッキあと除去が少ないでもあるかもねお互いに。先に殴ったら得するカード多いし、上下族先で出ると触れないとかあるから、除去がやっぱり8枚12枚入ってると結構後手の方が良くなるけど、最近のカードってあれですかね、そのクリーチャーは強くて下の環境でも使われるけど、除去スペルとかは全然ダメですからね。そう多分プッシュ以降下に影響を与えてるスペルあんまないですよね。あるかな。なんか
構ないんじゃないかな。まあ、基本1じゃないとなかなか与えないからね。いやそうなんですよ、だからちょっとスペルの質は例えば除去とか見たらもう明らかだけど、無情な行動とか、あんな下で、まあ、使われない、あんま想像つかないだろうし。エリミネーターは別にそんなにね、まあなんか大きかっただけだからね、結局スタンダードあれも別にそんなこれがあるからこうやって OK とかならないから